今回は夏になると使いたくなるプリズマリン系のブロックを、効率が高いのに超簡単な海底神殿トラップで集めるよ。魚やイカスミも放置で取れるから1個は作っておきたいトラップだね。レザーは使わずに海底神殿周辺だけで作れるトラップです。早速作っていきます。ウーシュルーム島の近くにある海底神殿にトラップを作ります。暗視のポーション、水中呼吸のポーション、透明化のポーション、この3種類のポーションを飲んで神殿に向かいます。暗視と水中呼吸はなくても大丈夫だけど、透明化のポーションは必須です。姿を消したら海底神殿に向かいます。装備をつけると透明にならないので全部外してます。到着しました。神殿にはエルダーガーディアンというボスがこの3カ所に隠れています。トラップを作る前にボス3匹を倒しておきます。最初に一番簡単に倒せる中央から討伐します。ボスに近づくと採掘速度低下のデバフがかかるので、神殿内に行くために TNT と砂を使ってブロックを壊します。いますね。もう見えてる。ボスなので倒す時間はかかるけど透明化のポーションのおかげで、装備つけていなくても大丈夫。剣で倒せてしまいます。スポンジ落としてますね。神殿全体の水抜きはしないけどちょっとしたところで使えそう。あと2匹、片付けます。尻尾が神殿から飛び出てるわ。いたいた。3匹目。ボス戦終了。ボートにガーディアン乗船中。ウーシュルーム島に行きたいのね。ボスを倒したらトラップを作る作業にかかります。中央四角の1個外側にあるブロックに建築ブロックを置きます。4つの角全部に置いたら、ブロックでつなげます。建築ブロック内のブロックを取ります。次はつなげたブロックの下に壁を作ります。中が見えるようにガラスを使いましたがブロックで大丈夫です。上に1段足していきます。ここではブロックを置きましたがハーフブロックがおすすめです。次は先ほど1段高くした部分から外側に向かって仮ブロックを置きます。7ブロックを初めに置いていきます。同じように四方に向かって7ブロック置きます。こんな風に置いたら仮ブロックの先をつなげます。四角になるようにつなげていきます。こんな感じにつながったら内側にもブロックを置きます。仮ブロックを置き終えたら、次は置いた仮ブロックの外周にガラスを置きます。
角は一段高くします。フェンスゲートを置きます。ゲートは全部開けておきます。全部の角をこのようにしておきます。ここでちょっと実験。大量のウーパールーパーを海底神殿に放すと、ガーディアンをやっつけてくれるのでしょうか。もしもウーパールーパーが強かったら、ポーションはいらなくなるかも。どんどん放流。これで最後です。ラージチェスト1個分以上放流しました。水中に行ってみます。ウーパールーパーの姿見えませんね。これは戦った後なのでしょうか。たくさん魚が浮いています。神殿の中に少数精鋭が残っていました。実験の結果はガーディアンの圧勝。やはりポーションは必須。コンジットがあれば呼吸と明かりには困りませんね。透明化のポーションは必須ということが分かったのでトラップ作り再開。壁の下に仮ブロックを置いていきます。仮ブロック上の水を取ります。私は砂を使いましたが何を使ってもいいです。次はホッパーを置いていきます。最初の一つは外向きにつけます。他のホッパーは外向きホッパーにつながるように置いていきます。ホッパーの上に焚き火を置きます。次はチェスト部屋、作ります。最初に作った四角の直線上にブロックを置きます。もっと深くしたい場合は縦のブロックを増やします。部屋の水を取ります。足場で上に上がり屋根を作ります。敵が湧かないように光源を置いておきます。焚き火下のホッパーからつなげて部屋までホッパーを置きます。部屋に向かって流れるようにホッパーをこのように置きます。仮ブロックを取っておきます。ホッパーの先にチェストを設置。
足場を187の高さまで積み上げます。足場の周りにガラスをつけて強化したかったけど、ガラスが足りないから今回は断念。足場と横1マス分を187の高さまで囲おうと思ったら予想以上に必要でした。一番下の足場の横に水を置いて飛び降りたくて2マス分欲しかったのだけど、痛恨のミス、準備不足でした。チェスト部屋のチェストはおそらくすぐにいっぱいになるので、ホッパーを付け足して増築してください。ドロッパーを使って水流で上に持ってくる方法もあるけど、またにしたいと思います。海底神殿の中央の辺りまで道を作り放置部屋を作ります。敵が湧かないようにガラスにしましたがブロックでも大丈夫です。下に降りて水を設置します。角のフェンスゲート上に水をそれぞれ流し、間にも水を設置していきます。次は水中に行きソウルサンドを置いていきます。草や余分なブロックを取りながら置き進めます。ホッパー下の一番高くなっているところから置き始めると簡単です。神殿の正面にはプリズマリンがないので3マス突き出すようにソウルサンドを置きます。ソウルサンド完成。最後に仮ブロックを全部撤去します。完成。近くにいるけど湧いてますね。少し放置してみます。うわ、すごい。うじゃうじゃ湧いてる。約10分経ちました。どれくらい溜まっているか見てみます。うわー、たくさん溜まってます。上から望遠鏡で見ていると、ガーディアンがブロックの外側に溜まり気味な感じがしたので、一番上のブロックをハーフブロックに変えました。ブロックの外側に溜まらなくなった分、少し効率が上がります。海底神殿内には、スポンジがたくさんあるスポンジ部屋があります。残念なことにこの神殿にはなかったのですが、スポンジ部屋は最初にボスを退治した反対側、正面じゃない方にある確率が高いようです。ポーションに余裕があればぜひ探してみてくださいね。今回のトラップは水抜きなしタイプだけど、いつか神殿全体の水抜きがやりたくなったら、スポンジが大活躍します。